皆さんこんにちは。今日は土曜日、ちょっとお出かけしようかなと思ってましたが、曇天であまりいいお散歩日和でもないので、またじゃあ何か作ってみようかなと思い立ち、これもまた長いことやってませんでしたけど、今日は、ちょこちょこっとお昼に食べるうどんを作ってみることにしました。日本にね住んでいる方にとって家でうどんを作るってことはほぼないと思います。スーパーに行けばね安くでいつでも手に入りますから。ただこちらスペインだとかあるいは海外に住んでいる方の中にはもしかしたら大きな町に住んでいなければ近所で簡単にその日本食材店がなくってあるいはアジア食材店がなくってうどんを食べるのはそう簡単なことではないという方もいらっしゃるかもしれません。そういった方にはもしかしたらね参考になるかもしれません。あとね、小さなお子さんなんかいらっしゃるところはこのうどん作りっていうのは結構ね一緒に週末なんかやってあげるとお子さんが楽しまれるかもしれません。はい、今ね私の目の前にこれ小麦粉です。小麦粉は、インターネットなんかで調べるとねおそらくうどんを作る時には中力粉を使うとか、いろいろ指示があるかもしれませんが、もう近所のスーパーで手に入るごく普通の小麦粉で全く問題ありません。つまり、最近スペインでもちょっと強い中力強力っていう区別はないですけどもちょっと強めの小麦粉を一般に売り始めていますが、昔ながらのいわゆる日本でいう薄力粉、昔からある普通の小麦粉で 100% それで作っても全く問題ありません。あるいはスーパーにちょっと強いね、フエルサと書いてある、小麦粉が売っていればそれと普通の小麦粉を混ぜて作ってもいいと思います。今日はここに、普通の薄力粉、ただもう使いかけで間もなくなくなるっていう強力粉がちょっと残ったんでそれを少しだけ、使いたいがために入れましたが、なければ私も普段普通に薄力粉だけで作ります。今ここに 200g 入ってます粉がね。そしてここにお水が 80cc あります。 80cc、そしてここに塩が 10g あります。 10g、多分インターネットなんかで調べてみると例えば 200g のお米に使う水は 80cc と書いてあるところはまずないと思います。もっと多いです。多分 90cc とかね、場合によっては 100cc と書いてるページもあるかもしれませんが、この水の量が多くなればなるほど慣れてくると作りにくくなります。初心者初めて作ろうという方は多分 200g の粉に90ぐらい 90cc ぐらいが作りやすいでしょう。で慣れてくると私は80に落とします。練る時にちょっと練りにくいんですが、その後作る時に、べちゃべちゃしなくって作りやすいですし、それにやっぱりね水が少ないのを頑張って練った方が薄力粉で作ったうどんであってもコシのあるうどんになります。ということで今日は80からもしかしたら85ぐらいあるかもしれませんが、この水に 10g の塩を入れて、はい、そしてこれを混ぜてこの中に入れて練り始めます。はい、だいたい溶けましたからこれをここに回し入れますね。で、すぐに手で練り始めてもいいんですがそうすると結構最初溜まってる水なんかまで手にべちゃべちゃとつきますから最初だけちょっと軽くねお箸でやっておくとやりやすいです。この辺りの作業をねお父さんとお母さんが気をつけてやれば、このうどん作りを小さなお子さんとやったからといって周りが粉でいっぱい汚れてしまうというようなこともありません。私が小さい頃子供の頃にね私の親がやってくれたんですけどもあの頃はね結構周りを汚してしまってねそうするとだんだんと後の掃除って言いますかそういうのがこうやっぱり親は面倒くさいですよね。それでだんだんとやらなくなっていってしまうんですけど親が汚れそうなところだけを先にねやっといてあげればあとはお子さんも一緒になって参加して
すごく親子で楽しみながらできると思います。でちょっとこう押さえる感じでね、なんとなくこうみんなバラバラのものがなんとなくこうくっつくように押さえる感じでやれば、ほとんど手も汚れませんしね、最初ね。最終的には汚れるんですけど、最初から一生懸命練ることはないです。ちょっと押さえて、そしてこう返す感じでね。これ私が着てる服、ちょうどこの角度だとここに穴が開いてるのがね映ってると思いますけどね、これ古くなってボロくなって穴が開いたわけじゃないんですよ。なんせここで私いろんなことやってますから、その中でその炭火を起こして炭火焼きもねちょこちょこやります。その炭火焼きをやってる時にまたね失敗したんですけど、新しいおろしたてのこの服を着て炭火焼きをやっちゃったんです。その時に見事に炭火から飛んだ火の粉がここに落ちまして、まっさらに近かったこのポロシャツが一瞬にして穴開きのボロシャツになってしまったんです。でも新しかったんでね、まさかこの一つのボコンのために捨てるのももったいないんで、ずっとその後も大事に着ています。はい、この角度だとねカメラにきれいに映ってないかもしれませんが、こんな感じで粉が残るんですね。その粉をこの固まってきた生地の上に乗っけてやればいいです。乗っけてやってそれを包み込むように折ればいいんです。こうやってね。でぎゅっとこう押せば中で粉が一体化していきます。でまた残ってる粉を、真ん中に置いて閉じる。これを何回か繰り返せば粉は残らずに全部一つの塊になります。これを練ってる時にさっき言いましたように、最初に加える水の量が多いとすごく柔らかくって練りやすいんですが、もちろん、手にべとつきますし、最終的に、これを伸ばす時も切る時もべとつきますし、そして出来上がるうどんが、やっぱりコシの少ないと言いますかね、柔らかいうどんになってしまいます。柔らかいうどんが好きな方もいらっしゃいますから、そういう意味ではね好みに応じて水の量を変えればいいと思います。つまりうどんのコシっていうのは茹でる時の茹で時間だけで左右されるものじゃありません。まずはもちろんその使う粉が強力、中力、薄力、これによって左右されるんですが、薄力粉を使う場合、特に最初に混ぜる水の量を減らして、ちょっと硬いですけども頑張って練ることによってコシを出すことができます。できればねあんまり高いテーブルじゃなくって、今私の身長にとってこれ結構低いテーブルですが、これぐらいの高さの方が上からこうやって体重かけられますから、練りやすいですね。今日は 200g っていうだいたい2玉ぐらいの量ですから簡単に練れますけども、これが4人分とかになってくると、結構大変です。量が多くなってくると、昔からよくやることはこれをビニール袋に入れて床に置いて足で踏むっていうのはねよく、皆さんがされる方法だと思います。で、ものすごくきれいに練らなくってもある程度固まればそれでいいです。でこれを後で伸ばす時のことを考えると、この大きな塊で終わるんじゃなくって、これをできるだけ平たくしておきます。平たくしたもう少し薄っぺらくねしときます。このね、うどん作りっていうのはまだ柔らかいんですよ。これに比べると中華麺、やっぱりラーメン食べたくなりますよね。中華麺作るのはもっとコシが、必要ですから、もっと硬いものになります。それはねかなり力がいります。それもまたね、我々海外に住んでいる人間が多分日本に住んで普通の生活していらっしゃる方よりもはるかに美味しい中華麺を食べていると、いうことをまた近いうちにね紹介してみたいと思います。はい、こんな感じで
かなり平べったくなりましたね。これぐらい平べったくしておくと後で伸ばすときにやりやすいです。でこれをどうするかというと、今からちょっと今用意してませんが、ラップに包んで、ラップに包まないとね乾燥しちゃうんですよ。ラップに包んで、ちょっと置きます。でこれはその寝かすという意味で、例えばもしかしたら人によってはね、レシピによっては、数時間とか書いてる方いらっしゃるかもしれませんが、実際どうかというとね、これすぐに伸ばしてすぐに切ってすぐに調理しても何の問題もありません。普通に多分気づかないぐらいちゃんとした美味しいうどんができます。ただ大体こういうのを作る時ってね、他にやることあるでしょ。その他にやることある場合には、それをやってる間にたとえ10分でも15分でもこれ寝かしておくとね、馴染んでやりやすくなるんですよ。伸ばすのも切るのもやりやすくなるんです。ですから他に何かやることがありますから、これを今からラップで包んで他のことをやってる間ちょっと置いときます。はい、おうどんっていうとね、私やっぱり刻みネギ、これが欲しいですね。これをですね、ちょっときます。もう長いことね、料理の習慣なくなってしまったんで、最近バイオリンをね、随分と頑張ってやってますから、包丁で指を切ると、バイオリンができなくなっちゃうというね、そういう怖さもありまして、ほとんど包丁を持たなくなりました。ということで、メンバーズハウスにある包丁ってのは昔から、もうこれだけ綺麗に研いであるところって普通ないんじゃないかっていうぐらい、包丁がもういつでも万全の状態になってきたものですが、最近は包丁を研ぐこともなく、刃がね、全然回ってしまって、切れない包丁がほとんどになっています。もちろんまたね、ご利用いただく方がいらっしゃるようになれば、包丁もちゃんと研ぐようにしますが、僕の長いこと研いでませんね。もう見事に包丁を切りやんでます。これ今刻んでるのはね、日本でいう普通の薬味のネギじゃないですよ。いわゆる新玉ねぎの上の部分です。新玉ねぎの上の部分。薬味のネギも最近例えばいろんなネギが売られるようになりましたから、探せばいろんなネギがあるんですが、綺麗な葉っぱがついている新玉ねぎがあれば、もうそれをね、それが一番一般的に売ってますから、それを買ってきてお料理をしています。この包丁も年季入ってますよ。本当はもっともっと幅の広い包丁だったんですけど、研いで、ほとんど柳刃のようなね、細い包丁に変わってきてます。これを用意しといて、今日はね、急に思い立ったんで、おうどんに入れるいろんな具材は用意してないんですが、これと、そうですね、卵ぐらいを乗っけてもいいし、ちょっと考えてみるとしましょう。はい、今、おネギを切っていました。そして、だしとかね、茹でるためのお湯を今沸かしつつあります。でさっきの、練ったやつがね、こんな感じでラップしておいてありました。これを開きまして、一応これ2玉分作ってますから、これを大体半分に切ります。大体半分に切ります。そして今、カメラに映ってる、これ、家庭用のパスタマシンでね、これね、私がまだ、それこそ小学生ぐらいの時、あるいは中学生、小学生ぐらいの時にね、私の親が日本にいた頃ね、買ってくれたんですよ。それを今は未だに使ってる。ものすごい耐久力っていうのはさすが日本製ですね。見ますとね、大成ホームメンマーと書いてます。大成ホームメンマー。大成ホームメンマー。いや、これはもう今この会社があんたのか知りませんが、宣伝してあげたいぐらい、何十年前ですか。もう50年ぐらい前のもの、未だに、それもスペインに持ってきて使ってるんですよ。今、火を小さく落としておきます。びっくりですよね。こういう日本製の製品、守ってほしいですね。
これかな。で、このがさっきのやつをね、二つに切り分けました。で、これを簡単に手でこう、ちょっとこう、薄くしてやって、このパスタマシンに入りやすいようにします。火が強いですね。よいしょ。まあ日本でもね、いわゆる、日本でもその、パスタマシン、日本製でなければ、イタリア製であれば、そこそこ耐久性があると思います。日本製でいいのだとね、それが一番いいのかもしれませんが、これのように50年使ってるわけですから。ただ、まあ、ある国のものでね、安いのを売ってますけど、それは一度買って試してみましたが、1回で壊れました。1回で壊れました。やっぱりダメなものが多いのかもしれません。それ1回で壊れたから、それ以上は、その国製のものは買ってませんけどね。これがね、このパスタマシンが多分小さなお子さんと一緒にやってあげると喜ぶと思うんですね。このメンバーズハウスにいらっしゃった方で、お子さん連れの方も今まで何度かありました。その時にはね、これを出して一緒に、彼らとうどん作ったことありますけども、まあ、大体皆さんね、お子さん喜んで参加されます。で、自分で作ったうどんを美味しそうに召し上がって、スペインで初めて自分で作ったうどんの中からね、それを食べて帰られました。こんな感じになりますね。はい。で、もう一つの方、これも手で簡単に伸ばして、これがね、うどんだとね、柔らかいですから、硬いと言っても柔らかいですから簡単なんですよ。中華麺になると、ちょっと乾水を入れてね、さらにコシを強くしますから、手が疲れますね。バイオリンを始めてからね、その手の故障が多くて、そういうこともあって、この麺作りも控えていたんですけど、まあ気をつけながらね、あんまり力を入れないようにして、今日はやってみたいと思います。さっきね、適当に練ったらそれでいいですよって言いましたけど、まあ、その大きな理由は後でどうせこの、パスタマシンを通すからです。これでね、綺麗に練れるんですよ。非常にコシのある、生地が出来上がります。最初にあまり手で一生懸命頑張る必要ないですね。よいしょ。これで今何を探っていますと、この生地の分厚さのメモリがありますから、一番ね、幅の広いやつで今一回終わったんです。で、まあ、好みによってね、太いうどん、細いうどん、人それぞれだと思いますが、まあ、今日は、どうでしょうね、売ってるうどんぐらい、ちょっと太めかもしれません、これに。にしてみます。さっきよりも随分と薄く長くなりました。もう一つの方も、この分厚さにします。よいしょ。そして、これで伸ばしが終わりましたから、今度は切るわけです。これを付け替えると、これね、おうどん用とラーメン用なんですよ。要するに幅の広い方と細い方ですよね。これをやってみます。このあたりがね、小さなお子さんが喜ぶところなんですよ。これが切れ、これを通すだけで、切れて麺になるわけですね。で、このさっき練った器の中には打ち粉が少し入ってます。ここでこれを簡単に混ぜることによって、
麺がくっつかないですね。この作業がもしかしたらここでお子さんに触らせると周りにちょっと粉が飛ぶかもしれません。大人がやれば大丈夫です。ほとんど家が汚れることはありません。はい、もう一つの切って、これで 100g、100g。普通のうどん玉にしたらちょっと多いです。ちょっと多め。乾いてる粉の状態で 100g、100g、トータル 200g ですから、うどん玉にしたらちょっと多めだと思います。多めの2人前から出来上がりました。はい、これで、このパスタマシンの役割も終わり。まあ、ほんのわずかね、多少の粉が飛んでるかもしれませんが、ほとんど汚れてません。こうやればわかるでしょうか？何も汚れていません。家庭でうどんとかラーメンを作る、麺を作るというのは、特に台所で、大変なことをしないといけないというわけではないです。はい、それでは大体準備ができたので、茹でましょう。さっきのおうどん、これをお鍋に入れますが、お鍋には、一番大きなお鍋はね、今ちょっとここで使ってるので、もう一個あるんですけど出すのがめんどくさいのでちょっとちっちゃめの鍋ですが、お湯は結構たっぷり入れてあります。はい、そこにおうどんも、ラーメンの場合はね1玉ずつ丁寧にやりますが、おうどんはもう2玉一気に入れちゃいます。はい、お湯の温度が下がります。ここで今ね電気の調理器ですから、大きなガスの調理器と違ってあんまり火力がないんですよね。でこれだけのお湯でやっても2玉一気に入れると、一気に温度が下がります。でもラーメンの場合はねこれはちょっと大変なことなんですけども、中華麺の場合はね、うどんの場合は多少温度が下がっても問題ないです。キッチンに置いてあったタイマーが壊れたんで、今普通のこれもタイマーなんですけどね、なんか私使い方わかんないんで、さっき13時6分となってましたね。7分からとして、これぐらいの太さのおうどんだと3分ぐらいでしょうかね。この茹で時間に関しては、それぞれのお好み次第ですね。多分3分間ぐらいじゃないかと思いますが、ただ、お湯の温度が一気に下がりましたから、沸騰してませんからね、そういう意味では3分半ぐらいやった方がいいかもしれません。こちらの片手鍋の方は、揚げちゃってもいいんですけど、水の時からね昆布が入ったんです。昆布はね長くつけとくと苦みが出るって言いますけど、私別に気にならないんですよね。昆布がある程度、火が通って柔らかくなったらそのまま昆布を食べちゃいます。あるいは、出汁を取ることが多い時なんかはね、揚げた後それ冷凍しておいて、出汁に使った昆布がたまったところで塩昆布炊きますけどね、それも長いことやってませんね、そういうことは。でこのうどんというのはこの状態になっていきますと、あっという間に吹きこぼれます。この辺りから水温が戻ったんですが、これガスの火だとね、火を消せば、火をちっちゃくすれば問題ないんですが、この電気の調理台っていうのは余熱が残りますから危ないんですよね。いくら火を消しても火をちっちゃくしても余熱がありますから、あっという間に吹きこぼれます。今火をちっちゃくしましたが関係ないです。余熱が残ってますから、どんどんこれね、沸騰していきます。吹きこぼれないように注意しながらちょっと混ぜてやってね、一律に火が通るように混ぜてやって、中華麺はね細いですからもう1分の勝負、1分から1分15秒の勝負でね、何もかも民族にしないと伸びちゃいますが、これだけ太いうどんは問題ないです。よいしょ。はい、3分経ちましたね。多少固めかもしれませんが、あんまり柔らかくなっても面白くないので、これでいいということにします。
しっかりとした麺です。これ中華麺はねこんなことやってると伸びちゃうんですよ。だから、ちゃんと中華麺茹でる用のテポっていうのがねあるんですが、一玉ずつ入れて網のまんま入れて、で網のままパッとこう上げてね、一瞬にしてできるやつがあるんですが、うどんではもうそれ使いません。こうやって多少時間かかってもこれだけの麺ですから大して伸びないです。はい、こんな感じで、今日は結局何を用意したかというと、卵でしょ。卵ちょっとおつゆに入れて、全く生じゃなくってちょっと火通しますかね。半熟に。おだしも本当はね、本枯の鰹節ありますから、それを削ろうかなと思いますが、ちょっと今日は時間がありませんでした。今日は、具としてこれスペインで普通に売ってる天ぷらみたいなやつ、天ぷらじゃないんですけどね、小エビの天ぷらみたいなやつ売ってます。これちょっとチンしてあったかくして乗っけてみましょう。半熟卵を入れました。さっきの小エビのスペインの市販の天ぷら、これ天ぷらうどん作る時に天ぷらから全部作るの大変ですが、これ結構ね使えますよ。日本でねうどん一杯食べるしたらなんか簡単に済ますよという感じだと思いますが、こっちでも売ってはいいんですよ。マドリードの場合は、市販のうどん、中国人がやっているアジア食材店に行けば売ってはいますが、賞味期限が何ヶ月もある絶対に腐らないうどんですから、どうも私はちょっとああいうの買うのがね抵抗あるんですよ。ちょっともう少し見かけがね美味しそうにできればよかったんですが仕方ありません。料亭ではありませんので、今日の週末の簡単なお昼ご飯ということで、ご容赦ください。おネギ置いといてもいいんですが使っちゃいます。はい、ということで手打ちうどん売ってませんから、手打ちうどんとは言わないかもしれませんが、手こねうどんですね。パスタマシンを使って作った手こねうどんの完成です。さてそれではいただきましょう。日本から送っていただいた七味、七味好きなんです私。七味をかけて、茹で時間3分多分15秒ぐらいになっちゃいましたね。こんな感じのうどんです。こんな感じ。これいただきます。しこしこ。薄力粉でもこれだけ立派なしっかりとしたうどんができます。ではまた。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。口の中に物を入れて喋っちゃいけませんってなりましたね。飲み込んでから。また近いうちにどうやって中華麺を作るか、中華麺の文化はまた奥が深いです。これをお伝えしたいと思います。